では続きまして、はいユモスさんからいただきました。はいありがとうございます。榎木さん、中村さん、こんにちは。はいこんにちは。いよいよ渋谷事変が始まりましたね。うん。中村さんの雑誌のインタビューを見てると、え過去編5話の五条と下等のうん新宿でのやり取りのシーンでは、え。はい。監督からのディレクションによって演技プランを変えたというあーお話があったかと思うのですが、今回渋谷事変で印象的だったディレクションはありましたか？渋谷事変印象的だった。まあでも、一番大きいのはそこじゃない？ああ、この新宿でのそうやりそうそうそう。取り、どういうふうに。俺が持ってったのは、五条の性格からすると、はい、まず、相手に追求するというか、あこの、お前何やってんだよっていはいはいう気持ちの方が強いかなと思った。結構強くなかったですよね、本編。そうなのよ。そうですよね。で、それでやったら、演出指示で、はい、もうちょっと、この話数の頭から、ゲトの異変に気づいてください。だから俺は気づいてないと思ったの。五条はもっと鈍感っていうか、はい気にしてない、今日元気ねえなぐらいにしか思ってないと思ったんだけど、もうちょっと深いところで、異変に気づいて、だから冒頭から少し空元気気味に、いや、俺なんかこんなことできるようになっちゃったんだよ。なあ、ゲト見てくれよ、みたいな要素が、こう、含まれるような。で、最後行った時も、なんで話してくれないんだとか、どうして俺には言えなかったんだっていうようなさ、まあこういう言葉では言われてないけど、俺の中で解釈なんだけど、そういうようなちょっと向こうに寄り添った引き出し方。もう気づいてるから、気づいてないかったらもう強く、そうなんでなんだよって聞いちゃえるけど、わけわかんねえよみたいな、気づいてるから、寄り添う方向。そうあそこむずいなって思ったのが、単純に人混みで距離が遠いっていう。いや、そのリアルにやるとな、おかしいんだよね。そうっすね。周りの人絶対うるさい、何怖ってなるじゃん。そうっすね。だから新象風景に近いのかな。あそこはイメージに近いと思うよ。リアルにあそこでああだっていうのとはちょっと分けて考えないと。もうやっぱ離れちゃって、心が離れちゃってるっていうところですもんね。確かに五条なんかそのゲトのに対してなんかお前痩せたみたいなこと言ってたりとか確かあったりとか、そうめん空間みたいな。なんかちょっといつもとは違うテンション感だなっていうのは、その辺のセリフが俺が考えたやつだと本当にさりげない一言だったんだけど、監督の中では多分そこら辺の言葉ってのが意外ともっと俺らが捉えてるより重くて、五条はそのゲトに対しての違和感、異変になんとなく気持ちだけ気づいてて、で、そういう言葉の投げかけ方をしてくれって言ったのかなって。だから、言うなれば、俺の想像だよね。監督の今回の海翼玉折のイメージは、五条、一応クレジット上上なんだけど、やっぱゲトを描きたいな。ゲトがどう変化していくかに主眼があるから、ゲトさん目線で見て、ゲトが主人公としてあった場合、周りがこういう行動を取った方が、見方が見えやすいのかなって。そうですね。そうかもしれないですね。だからそっちで、そういう指示がある以上さ、役者側としてはさ、じゃあそれでどうしてそうなっていくかを考えるとさ、五条は強くもしね、プラン通り言ってたとしたら、ゲトも離れるかとかさ、でも呼び戻すつもりで言うんだったら、ああいう風に言って、でもゲトの中ではもう、その同じ歩幅で済む気はないのがあるから決別される。だから決別に対してこの重さを出すには、片方はすがってるのに気に しないでいくようにした方が効果的なのかとかね。もう別れ話っすね。でもそういうことだよね。そうなんだと思う。どっちもが、なんだお前はいいよ、じゃあ二度と来んねん、おっつって、分かったよバカみたいになったらさ、普通に出てっちゃう。そうですね。全然胸にも届かない感じしますもんね。今回の渋谷事変とか、ゲトとの再会のシーンはなんかディレクションとかあの辺はほとんどないままテスト本番ってやって終わったから。そこはだって五条的にはですもんね。そうだね。なんでいるのだからいろんな感情、ね、完成のを見たらさ、ちゃんとそのフラッシュバックを入れてあったけどさ、やっぱりああいう
ような心情だよね。はいはい。いろんないい思い出も悪い思い出も、全部、踏まえて出て、何とも言えない、気持ちが1分なんだよね。あっという間に体感時間が経過して捕まってしまったという。っていうことだよね。いやー、ゲトとのやりとりはね、今日の夜またその続きのところがあるんじゃないかなと思いますので、皆さんぜひお見逃しなく見てください。お願いします。ということで皆さんメッセージありがとうございました。